こんにちは、パワミです。本日はパワーアップスから画像等のファイルを登録する方法について解説します。本日実現する内容です。パワーアップスアプリからフォームコントロールを使い、画像ファイルや Excel ファイルを SharePoint リストに登録します。登録したファイルをギャラリーで表示し、クリックするとファイルをダウンロードできるようにします。本日の流れです。はじめに SharePoint リストでファイルを登録できる列の種類を説明します。次に PowerApps から画像等のファイルを SharePoint リストに登録し、アプリで表示する方法をデモします。今年2022年になり、PowerApps で以前はサポートされていなかった SharePoint リストのイメージ列がサポートされるようになりました。イメージ列を使うと画像ファイルを簡単に登録・表示することができるので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等 Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。Twitter、ブログでの情報発信もしています。まず、SharePoint リストでファイルを登録できる列の種類には、添付ファイル列とイメージ列の2つがあります。添付ファイル列は SharePoint リストにデフォルトで存在する列で、Excel、Word、Bing 等のファイルを保存することができます。また、添付ファイル列を使うと、1レコードに複数ファイルを保存することができます。イメージ列は今年2022年になって PowerApps でサポートされるようになったようです。イメージ列を使えば Ping、JPEG 等の画像データを保存することができますが、1レコードにつき1ファイルのみ保存可能です。2つの列の使い分けとしては、1レコードあたり1つの画像ファイルを保存する場合はイメージ列、それ以外の場合は添付ファイル列を使えば良いと思います。それでは実際に SharePoint リストで添付ファイル列とイメージ列を作成してみます。SharePoint リストの添付ファイル列はリスト作成時にはデフォルトで存在する列です。添付ファイル列はデフォルトで非表示となっているため、使いたい場合は表示に切り替えるだけです。任意の列か列の追加をクリックして列の設定から列の表示・非表示を選択します。添付ファイル列にチェックを入れて適用をクリックすれば添付ファイル列が表示されました。添付ファイル列の列名を変えたいときは列の設定から名前の変更を選択して列名を変更します。次にイメージ列はデフォルトでは存在しないため、列の追加からイメージを選択して追加します。これで添付ファイル列とイメージ列を追加できました。それでは次に PowerApps から画像等のファイルを登録し、アプリで表示する方法を PowerApps 画面で解説します。作成した SharePoint リストを使い、簡単な登録アプリを作ってみます。ファイルを登録する場合、フォームコントロールを使うのが簡単な実装になります。データソースで SharePoint リストを選択すれば、イメージ列と添付ファイル列が表示されます。イメージに画像ファイル、添付ファイルに Excel 等を選択して登録してみます。登録はサブミットフォーム関数を使います。サブミットフォーム関数については以前の動画、よく使う関数その1でも解説していますので、詳しく知りたい方は参考にしてください。データが登録できたので、次に登録データを表示します。データの表示はギャラリーを使うと便利です。
挿入から垂直ギャラリーを選択し、データソースで SharePoint リストを選択します。イメージ列を表示したい場合、画像コントロールを追加し、イメージプロパティに ThisItem. 列名を入力するだけです。添付ファイルは複数登録できるため、データ型がテーブル型となっており、ThisItem. 添付ファイルでは表示することができません。一つの方法として、ギャラリーの1レコード内にもう一つギャラリーを入れて入れ子にし、そこで添付ファイルを表示する方法を紹介します。一番上のレコードを選択して、挿入からレイアウトのからの垂直ギャラリーを選択し、ギャラリーを入れ子にします。Items プロパティを ThisItem. 添付ファイルにすると、このギャラリーに添付ファイルのテーブルを表示することができます。このギャラリーの中にテキストラベルを追加し、テキストに ThisItem. DisplayName と表示すれば、添付ファイル名が表示されます。例えば、この添付ファイル名をクリックしたとき、ファイルをダウンロードできるようにしたい場合、OnSelect プロパティにダウンロードThisItem. AbsoluteURI と記入すれば OK です。動作確認してみると、このようにファイルをダウンロードすることができました。あとは色を変えたり、アンダーラインプロパティを True にしたりすると見た目がリンクっぽくなります。さて次に詳細画面ですが、これは登録画面と同様、フォームコントロールを使うと便利です。データソースに SharePoint リストを指定します。ディスプレイモードを View に設定し、アイテムプロパティをギャラリー名 .selected と指定すれば、このようにイメージ列も添付ファイル列も表示してくれます。このようにフォームコントロールを使えば簡単に登録や表示をすることができます。フォームコントロールではなく、自分でフォームを作る場合、挿入のメディアに画像の追加というコントロールが用意されていますので、画像データを登録する場合にはこれが使えます。画像を選択し、ボタンクリック時に OnSelect プロパティでパッチ関数を使って登録すれば OK です。パッチ関数についてここでは詳しく解説しませんが、以前の動画よく使う関数その1で解説しているので参考にしてください。イメージ列は画像の追加コントロールのイメージ名イメージで登録できるようです。試しに画像を選択し登録をしてみます。このように問題なく画像が登録できました。このように画像等のファイルを簡単に登録・表示することができます。本日はパワーアップスから SharePoint リストに画像等のファイルを保存する方法を解説しました。SharePoint リストに画像を保存する場合はイメージ列、その他 Excel 等のファイルを保存する場合は添付ファイル列を使うと便利です。ファイルを登録する場合、基本的にはフォームコントロールを使って登録するのがシンプルな実装になると思います。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。